はい、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんはかな。コールドフィートのワッツです。今日はですね、僕も、その前の時代から延々使い続けているですね、早雲さんの新しい VU メーター、その名もフォレノが誕生し、そしてね、いち早くユーザーとなっている僕がこの VU メーターっていうものをどう使っているか、そんなご紹介をできたらと思っています。そもそもなんで僕がこういう VU メーターを必要としているのか。メーターってね、今どこに、僕はこういう DAW デジタルオーディオワークステーションと言われるコンピューターの中で音楽を作り続けているんですけれど、こういうミキサー画面にもこうメーターがあるんですね。でも基本的にデジタルのこういう DAW のメーターっていうのは音が確かに触れるんですけど、ピークメーターっていうデジタル表示のメーターなんですよ。でデジタルって素晴らしいことに、いわゆる VU メーターでいうゼロデシをはるか超えたような、つまり過大音量っていうのかな、一般的には使えないぐらい爆発的な音量を上げていってもね、歪んだり割れたりっていうあまりね嫌な音にならないんで頑張ってくれちゃってるんです、こいつらは。音楽はもちろん趣味で作っている場合はその部屋で聴いて「お最高かっこいいバキバキだぜ」って言えてればいいんですけど、僕らのようにちょっとそれが商売になってくると、その作った音楽を例えば CD に出す、その前にプロのレコーディングスタジオに持ち込む。当然それを例えばオーディオとして、僕は DJ もやっているので DJ に使う。そういった時に音楽、つまりその商業ベースの音楽になった時に、音楽っていうのは決められたマックスの大きさが必要なんですね。僕それをよくね、音楽はお弁当箱みたいなもんだって言うんですけれど、スピーカーは2つですけど L と R とセンター、そして上下もいわゆるトレブル、ミドル、ベースってある球面の、しかも奥行きがあるお弁当箱だと思って音楽を見たり聞いたり、そしてこの音をお弁当箱のどこなら入るななんていうことを意識しながら音楽を作ったりするといいよなんて話をするんですけれど、お弁当箱だから入る容量には限界があるんですよ。お米でもおかずでも詰めすぎるとほら蓋が閉まんなくなるじゃないですか。この蓋をきれいに閉まる、どんなにご飯やおかずを詰め込んでも蓋がきれいに閉まる状態、この状態がプロフェッショナルな音楽にはどうしても求められていて、なぜなら例えばラジオを聴いていて急に音楽がかかったらものすごく爆音になる、 CM になったら音が小さくなる、こういうことがあったらちょっと放送事故になりますよね。なので例えばオンエアの場合でも同じく VU メーターを見て、このゼロから赤くなってるんですけど、ここはもうレッドゾーン、入っちゃいけないぞというゾーンを意識して音を送り続けてるんです。で僕たち音楽家もそうしたプロフェッショナルな職業的な音を外に出すためには、やはりそのトータルで0デシベルを超えないという中、つまりきちんと整理されたお弁当箱の中で音色をアレンジメントして作らないといけないんです。そしてそうするためにはどうしたらいいか、初めの一歩からが大事でね。例えば僕なんかはダンスミュージックを作ることが多いので、キックね、バスドラムというよりキック一つを作っていく、その音をどう選んでどう磨いていくかというのを作るんですけれど、気が付くとね、ドンドンドンっていうキックだけ相手にしてるので、どんどん音が大きくなったりします。人間なんてバカなもんで、音が大きいとかっこよく聞こえちゃうんだよね。ところがそんな時にも目を覚まさせてくれるのが VU メーター。僕は音楽を作る基準値をまず自分が選んだ磨いたキックがこの VU メーターでいくとマイナス5デシとか6デシぐらいで作り始めるんです。なぜかというと、キックが大きい音楽、小さい音楽があるので一概には言えませんけど、僕が作るタイプの音楽はキックがマイナス5、6デシで作り始めるとベースが入って、例えばピアノが入ってギターが入ってストリングスが入って
歌物の場合は歌が入った時にちょうど0デシで収まったりするんです。これがね、今はまた大変な時代で、90年代後半から言われてきましたけど、音がデジタルになる、 CD もデジタルという形で納品するので、ラウドネス戦争みたいな、いかにお弁当箱決まってるんですよ。そこにこれぐらいご飯詰め込んでも、なんかちょっと蓋してもまだ嫌な感じにはなんないかな。ようやく給食の時間明けてもお弁当箱潰りすぎてないかなっていうような、そういう争い時代になってきて、実は作ってる時の音といわゆるマスタリングというのをする製品の時の音はまたちょっと違う段階になってきたんです。それを見聞きするのに、VU 見て、作る時はゼロでいいけど、マスタリング的な、プリマスタリング人に聞かせる時にはプラス 1.5 ぐらいまでいってもいいかななんていう見方をしていた、ちょっと2つの異なるフェーズの音の届け方をしていたんですが、ついにですね、早雲の VU 今度のフォレナはですね、アティネーターっていうのがついたんです。これ僕らにとって非常に重要で、その音を、つまり納品するベーシックな音を作る時のデータ、状態と、じゃあそれを2ミックスを作って、そのデモをバキバキマスタリングにして、ちょっと音、ギリギリぐらいに抑えて作る時の状態の切り替えがあっという間にワンタッチでできるようになったんです。実はね、この前の VU の時にはやっぱりアティネータがついているもう一つの VU を古く使っているものがあって、僕それと共存してやっていたんです。ところがこのフォレノが来て、僕のスタジオの中の VU はもうこれ一つになりました。そしてね、この質感と大きさとやっぱりね、ものとしてのね、ありがたみがあるんですよね。VU メーターってディスプレイの横とか、とにかくすぐに目が届くところに置くんで、やっぱりさ、なんかスタジオの顔になるじゃないですか。そういった点でもね、この実はこれ LED って言われてびっくりしたんですが、全く LED らしさを感じない温かくてパキッとした綺麗の光沢のあるこの色調と、そしてこのね、早雲さん入魂のこの側と、あと僕、早雲さんと VU メーターを作る時には実は1年半ぐらいいろいろああでもないこうでもないって、なんかちょっとアドバイスというか、僕の思う気持ちをお伝えしたんですけれど、この VU メーターにはスルーという機能がついています。ここに来た音、ほら自宅とかで作っているとどうしてもいろんな出力の数って決められてるじゃないですか。ここにトータルの音を入れなきゃいけないんだけど、そのトータルの音を他にも出せないよっていう人いっぱいいるから、これにもスルーのアウトを作ってくださいってお願いしたんです。ところがね、そのままの信号を送ると入力からアウト出力されるだけで音って当たり前に変わるんですね。それを何としても音質質感の変化がなくしてほしいというお願いに、実は早雲さんは答えてくれたんです。そんな入魂のインプットとね、スルーアウトもある、そしてこの LED で輝くこの、VU メーター、そしてこの魚体、ぜひですね手に取ってみてもらったら、あなたのスタジオの顔としても、そして制作や、それだけではない、パキッとした2ミックスのデモを送る際にも、音楽作りのね、指針というかな、スタジオの大切な友達になること請け合いです。そんな VU メーターの新作フォレノを僕はおすすめします。じゃあですね、実際僕が制作時にマスタリング時にこのフォレノのメーターをどう見て確認し使っているかをちょっとね簡単に、ご紹介しています。僕はね、実は制作とミックスと、自分で完結される作品の場合はマスタリングも実はもうね、分け隔てなく作ってたりします。さあどんなキックがいいのかなと選んでる時点かな、その選んだ時、それを磨き上げる時ももうね、気持ちはミックス
ね、全ての音が出来上がってそのキックを磨いていく時と同じような気持ちでキック一つしかないトラックに向かってミックスをするような気持ちで作ってます。この時代ね、何でもバーッと並べて、そうだね、風呂敷を広げてミックスの時にどうでもなるんじゃないかっていう今の作り方 DAW はそうなってるんですけれど、僕は何でも後でできることっていうのは何もできてない、何もしていないのちょっと似てるような気持ちがして、一番最初にもうこのキック、この質感のキックでないとこの曲はスタートできない、終われないというそんなキックを選んで、そんな音作りから、音楽が始まってます。そんなキックをね磨いていると、僕がっていうかね、僕の頭に浮かんでるのはキックの音ではなくて、その磨いたキックの音に対応するベースの音だったりピアノの音だったり、それにかかるリバーブ感、その場合にマスターにはどんなことをしようかな、そんな出口までの全てがね浮かんでくるんです。なのでそんな全体像、完成した全体像を想像しながら初めの一歩のキックを VU を見ながら磨き始めてます。まず最初によくね、どうやってセッティングしてるのって言われることもあるんですけど、これも本当にエンジニアに聞いてくださいと思うんですが、自宅スタジオ、それぞれのプライベートスタジオは何しろね、全く違う種類の、構成、インターフェースがどういうふうにつないであるかによって全く違うと思うんですけれど、大切なのは自分家のゼロデシがこうなっているよ、出荷時にはきれいに調整されていますが L と R が合ってるよ、こんな調整なのかなと思ってます。よくね DAW でこういった基準音、信号を出せるようなソフトウェアってあるじゃないですか。ちょっとこんな音ね、こういうサイン波を出して、うちのゼロはどこにするかっていうのを決めていくことがまず大事なのかな。僕はですね、後で紹介します。この、プロトゥールス、192というインターフェースを使ってマイナス12デシがマイナス6デシ表示で0になる、合計するとマイナス18デシということでいいですかね、エンジニアの皆さん。こんな感じの設定になっています。そうやってねマイナス18ですか、0デシにしていておくと、そこにさっきお話ししたように単品のキックを作るときに、僕は一つ一つの音色を作るときにある程度ローカットしてレベルを決めたり、EQ をしてここぞと欲しいところを出して、それ以外はうまく住み分けでカットしていったり、こういったコンプレッサーなどを使って音を作る今、段階からミックスを意識してと、最終段階まで持っていけるような音作りをする、そんな磨き方をするんですが、そうやって磨き上げた音がこうして VU メーターを見て、キックだけで僕の場合ですが経験値的にマイナス5デシぐらいで作ってあれば、トータル全部出来上がった時のレベルがこのように0デシの中で収まる、そんな2ミックスができます。なので一番最初用意ドンのこのキックが何デシで収まっているか、これを VU と見合いながら作る、それが、大事な音楽を作る時の初めの一歩になってるんですね。でこれできました。ミックスの場合はこの0デシを頼りにやったりもするんですけれど、これを例えばマスタリングとか他の方にデモとして聴かせる場合、いわゆる今日的なそのマスタリングみたいなことをやって音量を結構ガチッとお弁当箱を詰め込むんですね。そういう時に何をするかというと、よくマスターにさらにマキシマイザーというですね、お弁当箱の蓋ギリギリまで音集まれみたいなことをやります。よく知られているのがこういったアイソトープのオゾンというね、
さまざまなイコライジングやマキシマイザー、さまざまなものが複合的に、集まっている、いわゆる、マスタリングソフトですかね。こういうものを例えばかけると、レベルがそのレベルのフューズが全く変わるんです。 VU メーターを見てください。オゾンをかけてみるともう爆発しちゃってますよね。もうなんかゼロにしろって言ったら何の話だって。これね、ちょっとまたいろいろ状態が違うというかな、これをお弁当箱いっぱいにするマスタリング的なミックスとは違うフューズに突入する話なんで、その時に大事なのが実はアッテネーターなんです。よし、ちょっとマスタリングに入るぞという時に僕はこのアッテネーターを切り替えます。そうするとどんな感じになるか一つ一つ確かめてみます。ここでもマックスなんで赤はつかないようにしてVUメーターを見ながらさまざまなマスタリングソフトを駆使しながら、今度はマスタリングレベルのアッテネーターで限りなくゼロに近づくような音量に持ってきます。この段階がさっきのミックス音楽を作る時の段階だとこんなメーターに実はなってるんですね。これが今日的にちょっと一番なんていうのかな、面倒くさい段階で、音を作ってる時とそれをマスタリング2ミックスに落とすような段階でちょっと違うフューズのことになっていくんですね。その時でもこのアッテネーター一つあれば作ってる時のモード、プリマスタリングを含めて2ミックスを誰かに聴かせるようなものに仕上げていく時のモード、この音を聞けたらこうね、マスタリング的なことをすると音がどう変わったかもちょっと理解してもらえるかもしれないですが、そういった僕たちは2つの違ったモードで音を作る時とマスタリング的なことをする時で全く違うフューズのことをしているので、その時にこういったアッテネーターがしかもすぐに変えられる手元にあるというのはものすごく利便性が良くて、大変助かってます。そしてこのアッテネーターを切り替えることによって今まではそうだな、ちょっとマスタリングモードに入ったからプラス 2.2 デシぐらいの触れ方で大丈夫だななんていうこともなく、こっちのモードになった時にしっかりゼロに作ればマスタリング的にも OK というふうに、自分の中のボリューム感レンジ感を決められるので、僕が送る、どなたかに送る音楽はそのマスターであってもデモであっても市販のものとそう変わりのないレベルで送ることができるんです。それらを全部確認できるのがこうやった、フォレノという素敵なアッティネーターの切り替えができる VU メーターのおかげだったりします。こういうふうに音楽を作る時、そして音楽をマスタリング的なことをしてまとめて仕上げていく時、VU メーターはものすごく、僕のそういったボリュームの指南役となって、手助けしてくれます。